brush in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。1週間雨が降り続いてて、昨日やっと晴れ間が雨の合間に出て、今日は朝から晴れてたんですけど、いろいろ用事を済まして、今やっと作業の準備が完了しました。作業の準備が完了すると曇天です。ほんま毎日雨ですよね。ちょっと降らないことを祈ります。今からね、特殊車両協会さんの方からシートベルトのネジの位置が 4.5 センチ外にずらせないかということで、車のヒーターをずらしてそのスペースを作って、シートベルトのネジの位置を 4.5 センチずらしたいと思います。その作業をやっていくんですけどね、雨ほんま大丈夫かなね。ほんの10分前までね、晴天だったんですよ。はい、このネジなんですけどね、これをこの辺にずらさなきゃいけないんですけど、ここパイプがちょうど当たっちゃうんですよね。ヒーターのパイプがね、ここギリギリ変わる場所にねネジつけたんですけど、ヒーターがこうあるので、この上にヒーターあるんですけど、これをもうちょっとこっちにずらして、このね、こいつがもうちょっとここギリギリに行くようにこっちにずらして、この辺りまでねヒーターを向こうにずらして、ここのスペースを確保してね、この辺にネジを、このネジをこっちにねずらそうと思います。そしたらなんとかね50ミリぐらい外側にずれるんでいけると思います。なんかこれは抜けてまう。これなんで入らへんの？入った。取れた。ネジ取れました。よいしょ。これが詰まって、
はい、穴開きました。はいはい、こんなのを作ってきました。あ、全然ちっちゃかった。もっとでかいんか。これぐらいでいけるかな。よいしょ。そしたら下からコーキングで埋めてきます。下からね、コーキングで塞いできました。上からも一応これぐらいかな。あれ持ってくの忘れた。これね、強力パーツクリーナー。これがないとね。これで大丈夫ですね。そしたらシートベルトをだいぶいけたんじゃないですかね。ちょっと測ってみましょう。スケールここにあった。スケールありました。70ミリ移動できましたね。よいしょ、入らへんか。入らんか。ちょっとねじれとった。これで OK やね。よいしょ。こう。よいしょ。はい、シートベルトのネジの位置が一つだけね、ヒーターがあったんでちょっと内側につけたんですが、それが内に寄りすぎだということで、ヒーターの位置をね後ろ側に5センチぐらいずらしてネジをつけるスペースを確保して、 4.5 センチ以上ずらせば大丈夫だということだったので、限界までずらしてね7センチ外にずらすことができました。こういう形になりました。ここヒーターの穴が場所が変わったのがわかると思います。ヒーターの方はねまだ取り付けてません。ヒーターがねもともとこの辺の位置についててですね、ヒーターのこの部分、これがちょうどこの辺に来てたんですよね。この水道のパイプもあるし、この下はちょうどねヒーターのパイプがここにあったので、こっちに開けることできなかった。このヒーターをなんとかこれだけずらしたらこの辺りでヒーターが収まるので、このネジのつけれるスペースがここに
開いたということで、こっちに寄せた状態でこっちにずらすことができました。ヒーターの穴だらけになっちゃったんで、いらないところは埋めたんですけども、下からもねコーキングで塞いで、水が入ってね板に染み込んだら嫌なんで、この周りも全部ねコーキングで固めました。これでヒーターを戻せばね、よいしょ、いけると思います。はい、というわけでね、シートベルトの手直しの方も完了しました。特殊車両協会さんの方には陸運局の方に書類をもう出していただいてて、それの OK が出るまでしばらく時間がかかるということで、それ待ちの状態になってるんですけども、その間ですね、車両の重さが変わる作業っていうのができないんですね。あまりにもちょっと重さが変わってしまうと、また書類書き直して書類審査の方からやり直さなきゃいけないとかね、いろいろあるようなので、はい、あんまり触ることができない状態になってます。とりあえずね、通ってしまえば重さ、この車両ですと100キロまで車検の時重さ変わっても大丈夫だということなので、検査終わってからね、内装続きをやっていこうと思ってるんですけど、そんなには重さ変わらないで、壁ちょっと一部こういうねタイルみたいなものを貼るとか、塗装も一部残ってるんですけど、塗装はそんなに重さ変わらないですし、戸棚の蓋ぐらいですかね。あと重さが変わってくるところね、キッチンの窓側の壁ですよね、そこがちょっと残ってるぐらいですか。で、引き出し関係はね取り外しが効くものなので積載物になるので重さには影響しないということですね。引き出しのレールぐらいですか。レールとかはね取り付けなきゃいけないので、その辺の重さは変わってきますけどね。クッションなんかはね、難燃素材の布で小学校の家庭科の授業以来のミシンを使って袋を作ってねかぶせたんですけど、結局登録の時にはいらなかったということでね、それは下ろしました。検査終わってからね、それは積み込むんですが、カバーがあればね汚れた時にも洗えるということで、カバーがあるに越したことはないんですけどね、わざわざ難燃素材の高い布で作る必要はなかったということですね。で、あとはもう持ち込み待ちということで、重さの変わらない作業の方をねその間進めていきたいと思います。ベッドルームの窓なんですけども、これまだガラスのままなんですね。これだと非常に日光当たると暑いですし、冬はすごく寒いんですね。で、このままだと冬も夏も外の温度に影響されちゃうので寝苦しいと思うんですね。ここに断熱の壁を作るわけなんですけども、ここねつけちゃうとこう内側にね沿ってるので、この幅がね1800ないとベッドとして見なされないので、ここを開けてるんですよ。で、このガラスの状態だとね、ここずっと延長線上このぐらいの高さまでは1800の幅が確保できてるので、ベッドとしてちゃんと要件を満たしてるんですが、壁をつけちゃうと内側に入ってくることでベッドとしての要件が満たせなくなっちゃうんで、今現在取り付けてないんですね。ここ壁を作っちゃうと後で何か言われても嫌なので、取り外し可能な窓の断熱パネルを作ろうと思います。手でパッと取り外せる状態であれば積載物ということで見なされるので、大丈夫ですねということになるらしいんで、外れる断熱パネルを作っていきたいと思います。はい、そして窓枠ね、片側2面の大きさで作っていきたいと思います。これ枠ですね。これを組み立てていきます。
一応ね直角固定してビスを打っていきたいと思います。これね直角固定しないでネジ打つとね歪むんですよ。あ、接着剤つけるの忘れた。接着剤。これねちゃんと平行四辺形ではないんですよね。実はちょっと数ミリなんですけどズレがあって、こっちの長さとこっちの長さが数ミリ変わってます。これをとりあえず枠を作っていくことにしましょう。はい、これで枠4つが完成しました。Turn the key, my heart's a beating fast. My custom camper, built to truly last. Where to wander? これが L の何番やったかな。L4、L4、L3。あ、こっちが2番。こっちが1番ね。R1、R2。
の枠の中にねスタイロフォーム入れて、表側には黒の化粧合板を貼ろうと思ってます。これね、なぜわざわざ黒にするかと言いますと、車のプライバシーガラス、内側から紫外線が当たると色が抜けてきちゃうんですよ。内側塞ぐのにどうやって光が当たるのって思うでしょ。実はそのガラス面から入ってきた光が反射して内側から当たるということなんですよ。だいたいね 99% 紫外線カットのガラスなのに、そんなに影響あるのって思われるかもしれませんけどね、結構あるんです。それが最初のうちはね、紫外線 99% カットされてるかもしれませんけど、だんだんそれが薄くなってくるんですよね。そうすると中に入ってくる紫外線も増えてきて、反射して内側からガラスに当たってガラスの紫外線カット機能を破壊していくんですね。そうすると加速度的にガラスの色が薄くなるんですよ。ですからガラスの内側に何か貼るときは反射率の高いものはね避けた方がいいでしょうね。それとこの出来上がったパネルを車の窓枠の方に取り付けていくのに、どういうラッチで固定しようかなと思ってね、現在検討中です。それと裏側ですよね。内側になる部分、ここはね見える部分なんで、何を貼ろうかなと思ってね、すごく悩んでます。はい、そしたらね、ホームセンターにでも行って何かいい材料がないかね見ていきたいと思います。というわけでね、今回の動画はこの辺にしたいと思います。それではまた次の動画をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。クリア海風の場所